巣にやってくるのは昨年と同じツバメか違うツバメか。ツバメは巣を作るとき何度も行き来をするので同じ場所をしっかり覚えている。渡りの時も太陽と星座の位置を覚えており、体内時計と照らし合わせながら飛んでくる。ただ天候不順だったり力尽きるものもいたりするので、昨年の巣に戻ってくるのは 60% くらい。また新しく生まれたツバメは自分の巣を新しく作るので、古巣には戻ってこない。満員電車の車内広告はなぜ効果抜群か。あるテレビ番組で電話ボックスに人を何人詰め込むことができるかという実験を行ったところ、奇妙なことが起こった。本番になるとリハーサル時の3分の2しか入れなかったのである。その理由は、リハーサル時に初対面だった同士が休憩時間に自己紹介をして知り合いになったから。つまり、リハーサル時の相手は赤の他人だから物同然。ぴったりくっついても平気だったが、知り合うと互いに縄張りを意識するので密着できなくなったのである。満員電車では客同士は初対面なので、密着しても隣人と目を合わせないように車内広告を見ていれば済む。愉快ではないが、いつか終わると分かっているので我慢できる。我慢している皆が見るので、満員電車の車内広告は効果抜群というわけだ。猫はなぜ色とりどりの子猫を産むか。同じ母猫から生まれる何匹かの子猫が黒だったり茶色だったり白だったりするのは、それぞれ父親が違うからである。オス猫が強い鳴き声でメス猫に近づき、メス猫が OK サインを出すと、オスはメスの首を噛んで交尾する。この時、オスの生殖器に生えている逆トゲがメスの生殖器を刺激し、排卵を促す。メスは発情期間中は何匹ものオスと交尾をするので、その度に排卵をし、違った毛色の子猫が一緒に生まれてくるのである。招き猫はなぜ犬や猿ではなく猫か。江戸時代に井伊直孝という人が鷹狩りで雨に遭い、古い寺の山門で雨宿りをしていた。すると奥の建物で猫が小さく鳴いて手招きをしているのが見えた。なんだろうと思い、そちらに移動すると、しばらくして山門に雷が落ちた。井伊は危うく難を逃れることができた。そこで猫を災難よけの守り神として祀ったというのがそもそもの始まりとされている。この猫は右の前足を上げていたが、いつの間にか左前足を上げたのも現れた。突き指は引っ張ると良くない。突き指は指が手にめり込んだように思ってつい引っ張ってしまうが、これは逆効果。指の靭帯がねじれたり傷ついたりして起こる一種の捻挫だから、余分な力を加えると患部が悪化するだけ。捻挫癖がついてしまうから要注意だ。水道の蛇口ですぐ冷やすのが一番いい。20分くらい流水にさらし、その後指を固定しておくと炎症は治まる。
恐竜時代からの生きた化石、昔トンボが日本にいる。1886年、明治19年に生息が確認された昔トンボは日本とヒマラヤにしかいない種類で、3億年前の恐竜時代から生き残っている陸のシーラカンスである。オニヤンマやギンヤンマのようにがっしりしているのに、止まるときはイトトンボのように羽を閉じてぶら下がっている。普通のトンボはヤゴ、幼虫の時代は10ヶ月だが、昔トンボは7年。逆に成虫時代は3ヶ月と、普通のトンボの6ヶ月に比べ短い。山奥の渓流に潜んでいるが、その環境は恐竜時代からあまり変わっていないということなのだろうか。マッシュルームの日本名はなぜバフンタケか。グラタンやスパゲティに使われる白くてコロコロしたマッシュルーム。好物という人も多い。しかしその日本名はバフンタケ。バフンは馬の糞である。なぜそんな名前がついているかというと、馬糞を使って育てるからだ。だからその一大産地は競馬場のトレーニング地がある茨城県の三浦周辺である。もちろん世界中事情は同じ。毎日新鮮な馬糞の出る競馬場や牧場の周辺で生産されている。アポロ月着陸は嘘という話が嘘である理由。1969年7月20日、アメリカ時間、月に降り立ったアポロ11号のアームストロング船長は、人類にとっては大きな一歩と第一声を発した。その後も12号、14号、15号、16号、17号とアポロ月面探査は続き、250億ドル、2兆7000億円の巨費をつぎ込んで、1972年12月まで計画は続行された。13号がないのは途中で事故を起こしたからである。これは映画にもなった。ところが、このアポロ月着陸はアメリカ NASA のでっち上げだという話がアメリカや日本である時期広まり、月面には空気がないのに星条旗がなびいていると証拠写真も示された。本も出版されている。しかしこれらの話は根も葉もないでっち上げである。星条旗がなびいているのはプラスチック製の国旗をなびいているように見せて作ったからである。他にも影の向きがおかしい、奇妙な十字があるなど写真による証拠提示があったが、公式発表した写真ではないものがほとんどで、信憑性はゼロと NASA は反論した。事実、宇宙飛行士が月面に置いてきた反射板に地上からレーザー光線を当て、現在も月までの正確な距離測定が行われているのだから間違いない。海苔を炙るのはパリッとさせるためではない。ふにゃふにゃの海苔よりパリッとしている方が美味しいので、海苔は炙って食べるものと思いきや、本当は香りと味が良くなるから炙るのだ。海苔の細胞には旨味の成分のアミノ酸が蓄えられているが、焼くと細胞が破れて出てくる。これが海苔の糖と反応すると、いい香りになる。
焼き方は2枚重ねて片面を強火で手早く。1枚の時は半分に折ってパパッと焼くのが良い。小惑星が衝突したら東京は壊滅する。火星と木星の間に小惑星が100万個も回っていることは知っているだろうか。天文学者によると100年に一度くらいその中の直径10メートル級の小惑星が地球にぶつかる可能性があるという。また直径10キロメートル級の巨大な小惑星も数千万年に一度衝突する可能性があると考えられている。これだと関東平野がすっぽり入るクレーターができ、舞い上がった粉塵で気象異変が地球全体に及ぶ。ユカタン半島に落ちた小惑星による環境異変で恐竜が絶滅したという説もある。地震で超高層ビルのガラスは落ちてこないか。もちろん十分な安全対策が施されており、ガラスがバラバラに落ちてくるような構造にはなっていない。過去の大地震で窓ガラスが割れたのは、窓枠に固定する油性のパテが硬くなり、振動に直撃されたためであることが分かっているので、最近の工法ではガラスとサッシの間の隙間を十分に取り、地震や風圧で生じる建物の歪みが直接ガラスに伝わらないよう工夫されている。また、落下防止のため網入りガラスも使われている。女性の口紅と神社の赤い鳥居の因縁とは。現代の女性が口紅をつけるのは唇を美しく見せるためだが、本来日本女性の口紅はそれだけではなく魔除けの意味が込められていた。神社に行くと赤い鳥居があり、建物の底々に朱色が塗られている。巫女さんの袴も赤い。赤い色は火の色に通じる神聖な色と考えられ、悪霊が入ってくるのを防ぐとされている。鳥居が赤いのは神社に悪霊が入らないようにとの配慮からであり、女性の口紅は悪魔が口から入らないようにという意味が込められていた。お寺では手を合わせるだけなのに、神社で柏手を打つのはなぜ？拝むだけならお寺でのように静かに手を合わせるだけでいいが、神社の参拝は神様を呼び寄せてから拝むという玉振り信仰なので、まず手をパンパンと打って空気を震わせ、ガラガラと鈴を鳴らし、霊力を呼び覚ますのである。その意味では、何度もパンパンと手を打った方が効果的だが、それでは再現がなくなり不便なので、明治時代に2杯2拍手1杯と決められた。信号機の電気代は誰が支払っているか。信号機は公共施設だが、電気を使っているのだから電気代は発生している。受け取っているのはもちろん電力会社。支払っているのは設置から維持管理までを担当している各都道府県の警察である。毎年まとめて
一定金額を支払っている。電気は一般家庭と同じように電柱の配電盤から供給されている。交差点の1台の信号機に電気を引き込み、歩行者用も含めそこから送る仕組みになっているのである。車の中で本を読むと気持ち悪くなるのはなぜなのか。気持ち悪くなるのは乗り物酔いと同じ生理現象。体のバランスは目、三半規管、耳石などによって保たれている。車に乗った時にも三半規管と耳石は速度の変化や揺れ、上下の変化、カーブなどをキャッチし、また目は周りの景色の変化を見ている。これらの情報は正しく同調して脳に伝えられている。ところが本を読むと目は文字に固定され、三半規管や耳石からの情報と同調しにくくなる。このため伝えられる情報がバラバラになって脳が混乱して気持ち悪くなるのである。野菜を食べないエスキモーは栄養十分なのか。氷の上で生活しているエスキモーはオットセイやトナカイなどの肉しか食べないのに、野菜不足から来る栄養失調にはならない。ビタミン C 不足の解決病にもかからない。なぜか。それは彼らが果物よりもたくさんビタミン C を含んでいる生肉を食べているからである。肉は火を通すとビタミン C などの成分は壊れてしまう。そのため別に野菜や果物を取らなくてはならないが、生肉のままならその必要はない。ローマ帝国がワインで滅亡したと言われるが、なぜか。ローマ時代のワインは現代のワインのように洗練されておらず、酸っぱくまずかった。そこで美酒にするための様々な工夫が凝らされたが、その中に鉛で作った杯で飲むと甘くて美味しくなるというのがあった。しかし鉛は体内に入ると脳を侵してしまう。当時そんなことは分かっていなかったので、鉛の鍋で沸かし冷やして飲んだ。このために暴君ネロやカリギュラらは鉛毒に脳をやられたと言われる。そして支配階級は荒廃し、人々の心も離れ、滅亡への道を歩んだという滅亡説がある。姿勢が悪いとなぜ仕事の能率が落ちるか。姿勢がいい人は背筋がピンとして視線が正面だ。反対に姿勢の悪い人は背中が丸まってうつむき加減だ。この姿からわかるように、姿勢のいい人は胸が開いているので呼吸が深く、酸素をたくさん取り入れられる。血液中の酸素濃度が上がれば脳にたくさん酸素が送られるので仕事がはかどる。逆に背中が丸まって姿勢が悪いと胸が圧迫され呼吸が浅くなる。脳の酸素が少なくなるので仕事の能率が落ちるというわけだ。納豆に生息している菌の数は。納豆が体にいいのは、納豆菌が腸の中で善玉ビフィズス菌の増殖を助け、ビタミンの合成を助け、食べ物の消化を促し、
悪玉腸内菌の活動を抑えるからだが、100g の納豆の中に納豆菌がどれくらいの数生息しているか知っているだろうか。なんと1000億個である。昔は藁についた天然の菌を使っていたが、現在はバイオ技術で培養した菌を使って作っている。山芋はなぜすりおろして食べるか。山芋は芋類の中で生で食べられる種類である。山芋にはでんぷんの消化を助けるアミラーゼという酵素がたくさん含まれており、すりおろし、さらにすり鉢ですると細胞が破壊され、アミラーゼを最大限活用することができる。この酵素は生の方が効果大なので、熱いだし汁などで伸ばさない方が良い。芋自身の消化がいいだけではなく、かけて食べるご飯や麦飯の消化も促す効果がある。競争、有害物質を分解する作用もある。浮世絵ははじめ焼き物の包み紙としてヨーロッパに、ゴッホやモネなどヨーロッパの画家たちに少なからぬ影響を与えた日本の浮世絵だが、18世紀にヨーロッパに初めて渡った時は焼き物の包み紙としてだった。というのも、当時の役者絵や風俗絵は日本庶民が楽しむ消耗品に過ぎず、流行りが去れば惜しげもなく処分された。しかし紙は貴重品だったので再利用され、ヨーロッパに送られる焼き物の包み紙などに使われたのだ。梱包を上げたヨーロッパの人たちはその素晴らしさに驚き、やがて大量に買い求めるようになった。戦前にはなかった花粉症が猛威を振るっているわけとは。花粉症はスギ花粉症とも言われ、杉が主な原因とされている。しかし昔から街道筋や神社の境内、山林にもたくさん植えられているのに、なぜ戦後になって急激に増えたのだろうか。それは戦中戦後に日本杉を伐採した後、生育の早いアメリカ杉を植林したからである。ティッシュペーパーが花粉症対策のためにもともとアメリカで開発されたことでわかるように、過酷な自然の中で生まれたアメリカ杉は大量の花粉を遠くまで飛ばす力を持っている。このため広範囲に花粉症を誘発するのである。中国料理の蚊の目玉のスープの目玉はどう集める？フカヒレ、熊の手、猿の脳みそなど中国料理の食材は多種多様。その中でも広東や四川で重宝される蚊の目玉のスープは珍味中の珍味と言っていい。香ばしさやコリコリとした歯ごたえがたまらないそうだが、それにしてもスープにできるほど大量の蚊の目玉をどうやって集めるのだろうか。その秘密はコウモリ。コウモリの巣窟に行き、糞を採取するのである。大量の蚊の食べたコウモリの糞には目玉が消化されず、そのまま排泄されている。料理のさしすせそにはどんな理由があるか。煮物を中心とする日本料理の味付けの順番がさしすせそであることはよく知られている。砂糖、塩、酢、
醤油、味噌の順に入れるのだが、なぜそうするかというと、例えば塩は砂糖より分子が小さいので、食材の内部に早く染み込み、後から砂糖を入れても味付けができなくなるからである。また、塩は食材の組織を引き締めるので、後から砂糖を入れても味が染み込まない。塩分系は砂糖の後に入れるのが効果的なのだ。なお、この他に日本料理では酒やみりんをよく使う。どちらもアルコールを含んでいるが、入れ方は異なる。酒は砂糖よりも早く最初に入れるが、みりんは味噌よりも遅く最後に入れる。インド人がヨーロッパ人のような顔立ちなのはなぜか。インド経済が強くなって、日本ではインドから来た人の姿をよく見かけるようになったが、彼らの多くは肌の色は黒いものの、顔立ちはヨーロッパ系の人々のようである。それもそのはず。インド人はもともとアーリア系白人だった人々が、2300年前のアレキサンダー大王の大遠征でインドに入り、そのまま住み着いたからである。その土地に順応し、1000年以上経ち、皮膚の色は白人ではなくなったものの、骨格は同じなのである。水族館はなぜ海の近くにしかないのか。普段海を見ることができない内陸部にあってこそ、水族館は意味があるのではないかと思えるが、実際には海の近くにしかない。その理由は、海洋生物は海水でなければ生きていけないからだ。今日大量の塩水を確保するのは不可能ではないが、海洋生物にとってはただの塩水では十分ではない。海水に溶け込んでいるさまざまな不純物が必要不可欠なのである。そんな海水を毎日大量に確保するとなると、海の近くに作るしかないのである。トマトが赤くなると、なぜ医者が青くなるか。トマトに含まれているルチンは、これも豊富に含まれているビタミン C と一緒に摂ると、脳出血の予防になる。血圧を下げるのだ。さらに脂肪の消化にいいビタミン B2、カロチン、カルシウムや鉄分を含んでいるだけでなく、胃や肝臓など内臓の働きを活発にするアミノ酸も豊富である。その上、先ほどのルチンには活性酸素を取り除き、血液を浄化する働きもあるというのだから、いいことずくめだ。このためヨーロッパでは昔からトマトが赤くなると医者が青くなると言われてきた。ゴルファーにはなぜ腰痛に悩む人が多いか。広いゴルフ場をテクテク歩いて回るゴルフは健康的なスポーツに見えるが、実際はゴルフが原因の腰痛に悩んでいる人が非常に多い。経験者は知っていると思うが、ボールを打つ瞬間、強い瞬発力を必要とする。その様子をスローモーション映像で見ると、ものすごいひねりが加えられていることがわかる。腰はもともとひねりに強い構造になっていないから、これを繰り返すと無理が累積され、腰痛を招くのである。山岳地帯の縄文人はどうやって塩を手に入れたか。
5000年前の縄文時代中期は気候が安定し、信州飛騨といった山岳地帯で人口が爆発的に増えた。そこで疑問に思うのは、山の中で塩をどうやって入手したかだが、はじめ歴史家は実に塩のできるヌルデという植物を考えた。しかしそれだけでは量が少ない。そんなある時、縄文土器の底に塩化ナトリウムの結晶が見つかった。海の塩である。つまり山の中の縄文人は海から塩を運んでいたのだが、出土した土器がきれいに洗ってあったので、歴史家はそのことに思い至らなかったのである。ところで古代日本の製塩法は、万葉集に藻塩を焼くとあるように、海岸に打ち上げられた海藻を集め、付着した塩を土器の海水に溶かし込み、濃縮し煮詰めたと考えられている。タコの炭とイカの炭では全く違う。タコもイカも敵に襲われた時に炭を出すが、その役割は全く違う。タコは炭を吐き出して煙幕を張り、敵が姿を見失った隙に逃亡する。一方、イカの炭は煙幕ではない。イカ炭料理を食べるとネバネバしている。つまり海中でも拡散せず、塊のままである。イカの敵たちの目に映る海中は白黒世界だから、吐き出された炭はイカ本体と同じように見える。そして敵がそちらを襲っている間に本体は逃げるのだ。変わり身の術である。めでたい日になぜ赤飯を食べるか。日本に東南アジア方向から米が伝わってきたのは縄文時代の終わり頃とされている。この米は赤みを帯びた種類で、豊臣秀吉の時代までこんな赤い飯を食べていた。秀吉の時代に日本に来た朝鮮の使者が、日本人は赤い飯を食べていると書き残している。最近は白飯ばかりだが、もともとは赤い飯を食べていたので、神様の前に出なくてはならないおめでたい日には、昔を演出して赤飯、赤飯を食べるのである。未来にはタイムトリップすることができる。アインシュタインの相対論によれば、運動している時計はゆっくり進む。これはジェット機に積んだ正確無比の原子時計による測定で確かめられている。ゆっくり進む度合いは速ければ速いほど大きく、例えばロケットが高速の 99% で飛ぶと、地球上より7倍ゆっくりと時間が進む。そんなロケットに乗って宇宙旅行をしてくると、ロケット内の時計で1年しか経っていないのに、地球上では7年が経過していることになる。出発時に同い年だった人が7歳年上になっている。つまり7年後の未来世界にタイムトリップしたことになるわけだ。身体検査をすると確かに7歳年上になっていることを確認できるだろうと宇宙物理学者は言っている。富士山が爆発したら東京はどうなるか。富士山は旧火山だから、いつ爆発してもおかしくはない。近いところでは
1707年の宝永大爆発があった。儒学者の新井白石が書き残した折りたく芝の木によると、前の晩に地震があり、噴火当日には落命が轟いたという。噴火後、雪のような灰が降り、この時ほど人々が咳で苦しんだことはなかったらしい。今噴火すれば地震で新幹線が直撃され、コンピューターには灰が入り込み、東京のハイテク都市機能は壊滅状態になると心配されている。その時代を予測して対策を講じている企業もあるようだが、個人のパソコンは無防備なので、やはり大混乱は避けられないだろう。キウイはリンゴと一緒にすると甘くなる。なぜか。リンゴ、バナナ、西洋梨などは果実としては成長が終わり、大きくなるのがストップした時点でエチレンガスを発生する。放たれたエチレンガスによって自らの成熟を促すのである。エチレンのこの性質を利用すれば、収穫後に熟成させる必要のある果実、例えばキウイなどを早く熟れさせることができる。取れたての硬いキウイをリンゴと一緒にしておけば、早く食べ頃になるわけだ。リンゴ1個で10個くらいのキウイに効果がある。カタツムリは右巻きか左巻きか。関西地方に多いナミマイマイと関東地方に多いミスジマイマイは右巻きである。その他カタツムリには何種類かあって、右巻きのものと左巻きのものもあるが、右巻きが主流で、左巻きには左巻きマイマイのように左巻きと付けられている。カタツムリはオスメス同体だが、精巣の発達したものがオスとなり、卵巣が発達したらメスとなって、梅雨の頃交尾をする。7月に産卵し、8月に4ミリくらいの子カタツムリが生まれる。枝豆が一人前になったら大豆か？夏のビールに欠かせない枝豆は大豆を青いうちに収穫したものだが、収穫しないでそのままにしておくといわゆる大豆になるかというと違う。大きさも味も違ったものになる。大豆にはいろいろな種類があって、煮豆にする大豆と豆腐にする大豆、納豆にする大豆、醤油にする大豆はそれぞれ種類が異なる。だから枝豆にする大豆は枝豆大豆で普通の大豆ではない。未熟なうちに収穫しても美味しい品種である。なぜパリの凱旋門には苔が生えていないか。日本人にとって苔は馴染み深いものである。苔に美しさを見出し大切にしている。古い寺には長い時をかけて境内の庭一面に美しい苔が生え、その美しさが訪れる人々の心を癒している。ところで1836年に完成したパリのエトワール凱旋門は苔が生えてもいいぐらいの歴史を持っているが、苔は生えていない。なぜか。フランスをはじめヨーロッパでは苔は除去すべきものだからである。除去費用が大変なので、フランス政府はどうにかして凱旋門に苔が生えてこないように
できないものか毎年頭を悩ませているという。麦わらトンボと塩辛トンボは同じか？夏によく見かける塩辛トンボだが、生まれた時は麦わらトンボだった。オスの麦わらトンボが塩辛トンボに変身するのだ。それなら麦わらトンボはメスばかりかというと、そうでもなくてオスもいる。塩辛トンボもオスばかりかというとメスもいる。すなわち麦わらトンボのままオスになるもの。さらにメスの麦わらトンボが塩辛トンボに変身することもある。ややこしいのだ。みょうがを食べると忘れっぽくなる。本当か？あの独特の香りのみょうがを食べると忘れっぽくなり、最後にはバカになってしまうと言われる。しかし、みょうがにはそんなことを起こす成分は含まれてはいない。ほとんど水分である。忘れっぽくなると言われるようになったのは、釈迦の弟子に好人物だがひどい健忘症で最後には自分の名前まで忘れてしまった男がいた。そこで釈迦はこの男に名札をつけさせた。この男が亡くなった後、墓から植物が生えてきた。村人はそれを見て、その墓の男が生前、荷物のように名札を下げていたことを思い出し、その植物を明画と名付けたのである。源義経は武将に似つかわしくない小心者。本当か？日本人の英雄伝説の一人、源義経は美男の武将ということになっているが、歴史家の樋口清之氏によると、小男でそりっぱの武男だったということである。性格も英雄とは程遠く、小心、神経質、気弱、短気、しかも結核にかかって顔色も悪かった。もちろん平家追討に勝利したことは事実だから、頼朝もその功績は認めていたが、人の上に立ち、人を束ねる能力については期待しなかった。浴室用の鏡はなぜ曇らないか。ガラスや鏡が曇るのは、暖かい空気が冷たいガラスや鏡に触れ、急に冷やされ、水蒸気が凝結して細かい水滴となり付着するからである。だからガラスや鏡が冷たくならないようにしておけば、この現象は起きない。浴室用の鏡は浴室の温度の上昇に合わせて鏡の表面の温度が上がるよう、内部に特殊なカーボンが貼ってあり、これに弱い電気を通して温めているのである。それで曇らない。鎌倉の大仏さんはなぜ青天井か。大仏さんといえば奈良の大仏と鎌倉の大仏がよく知られているが、奈良の大仏は大仏殿の中に鎮座しているのに、鎌倉の大仏は青天井のままである。なぜだろうか。この仏像は正成寺という寺のご本尊で、ご本尊だからもともとはちゃんと本堂の建物に収まっていた。それが青天井になったのは明応4年、
1495年8月15日の大津波に建物だけ持っていかれてしまったからである。それから再建されていない。朝日は眩しく、夕日は眩しくない理由。天気が良ければ朝日も夕日も同じ明るさだから、どちらかがより強烈で眩しいということはない。となると、問題は目の方ということになる。朝日は夜の暗さに対応するため、瞳孔が開いていた目に光が飛び込んでくるので、インパクトが強い。だから眩しい。夕日は昼間の明るさに対応して、小さくなっている瞳孔に光が飛び込んでくるので、美しい夕日に見とれていても眩しくはないのだ。雲の糸は体の中でも糸になっているのか？巣を張っている最中の雲を見ると、お尻から糸を次々に繰り出している。糸巻きを体の中に持っているかのように見えるが、実際は粘液状になって袋に入っている。お尻のところに糸イボという出資管が100個以上集まったものがあり、ここを通って空気に触れた途端、粘液は糸となる。そして出資管からの細い糸が100本以上集まって1本の糸になる。使い終わった古い糸は雲が食べて消化し、新しい糸の原料になる。地中のアリの巣は雨が降ると大洪水になるか？子供の頃、透明な瓶に土を入れ、アリに巣を作らせたことがあるだろうか。アリは迷路のような穴を掘り進んでいく。ところで、屋外のアリの巣の穴は雨が降っても水浸しにならないのだろうか。しかし実際にはアリは出入り口を縁の下、雨の入り込まない石の下、斜面などに作っており、よほどの大雨でなければ浸水しないよう工夫をしている。大雨が予測されると出入り口を塞ぐのだ。高速道路のトンネルはなぜオレンジの照明か。高速道路のトンネルはどこもオレンジ色の照明で照らされている。なぜか。高速道路ではスピードを出しているので、前を走る車がよく見えるよう遠くまで見通せることが肝心。その点、霧やもやが発生しても、オレンジ色は波長が長いので、より遠くまで見通すことができる。夕焼けがよく見えるのは、赤やオレンジの光が遠くまで届くからである。光の波長は紫、青、黄、オレンジ、赤の順で長いが、赤は緊急時に使われる色なので、オレンジを使っている。肘をぶつけるとしびれるのはなぜか。肘には神経の束が通っており、それが直接刺激されるのでしびれる。神経は人体の隅々まで張り巡らされているが、全体を見ると細い枝が集まって枝となり、幹となるように細い神経が集まって束となっている。その肘にはその束が通っているが、骨に囲まれ薄い皮膚に覆われているだけなので、直撃をされると骨との間に挟まれてしびれてしまうのだ。軽く押すだけでもしびれる感じがする。
天の川に密集している星は衝突しないのか。観測によって星は平均すると秒速 50km、時速18万キロの猛スピードで運動している。そんなスピードで動いているなら、星同士が衝突すると大変だと思えるが、その心配は無用である。というのは、宇宙の星の散らばり具合は、ヨーロッパ大陸に蜂が3匹、あるいは太平洋にスイカが3個ぐらいのものだからだ。それほど宇宙は広いので、ぶつかる心配はないのである。一日の食事はなぜ朝昼晩の3食か。人はなぜ一日に3食取るのだろうか。1食だけとか2食しか取らないという人もいるが、ほとんどの人は3食だ。その理由は脳が1日3食を必要としているからである。脳は血液中から1日にブドウ糖を約 120g 取って活動を続けている。その大半は肝臓に蓄えられているグリコーゲンから作られるが、それだけでは 120g に達しない。不足分は食事で補ってやらなくてはならないが、それには3食きちんととって途切れることなく供給する必要がある。1食2食では補給の間隔が開きすぎるのである。心臓を出発した血液が戻ってくる時間とは。心臓を出発した血液は早いものは23秒、遅いものでも1分以内にすべて還流してくる。かなりのスピードで駆け巡っているわけだ。血液は肺で酸素、消化器で栄養分を受け取り、帰りは老廃物や炭酸ガスをもらって腎臓や肺に排気する。この新陳代謝が猛スピードで休むことなく行われている。血管にはバイパスが用意されているが、脳や心臓の一部にはバイパスのない部分もある。ジョロウグモのオスはメスに食べられてしまうのか。黄色と黒のまどら模様のジョロウグモはちょっと不気味。クモの研究者によると、巣を張っているのはメスだけで、オスは交尾の時だけメスの巣を訪れる。と言っても、メスは巣にかかった獲物を即座に糸でぐるぐる巻きにするので、不用意には近づけない。オスは襲いかかるなよという合図、振動を送りながらメスに近づく。近づいても直接交尾はできず、精液を足にかけ、メスの生殖門に押し込むのである。で、その後どうなるかが、決して脱出させてもらえず、メスグモにむしゃむしゃ食べられてしまうのである。ああ、悲しや。フクロウは夜でもよく目が見えるわけではない。夜間のフクロウの視力は人間と同じくらいだからよく見えるとは言えない。では夜の闇の中で蛇やトカゲなどをどうやって捕まえているのだろうか。その秘密は耳。フクロウの耳はドーム状の頭の両側についているので、頭をレーダーのように動かすことによって
音源からのわずかな時間差を捉え、位置と距離を正確につかむことができる。だから漆黒の闇でも小動物の歩くかすかな音でも聞き取れるのである。時間にも始まりがあるというのはどういうことか。時間は永遠の過去から永遠の未来に続き、そのある時点で宇宙が誕生し、我々の世界が出現したというのが多くの人が抱いている時間に対するイメージであろう。しかし、現代宇宙論、物理学は違う。アインシュタインの相対性理論によって明らかになった宇宙、世界は時空と表現されるが、これは空間とともに時間も宇宙の構成要素であることを意味している。だから宇宙が始まったとは、空間とともに時間もその時始まったということである。始まる前に時間はなかったのだ。ゴキブリはなぜ一匹見たら30匹いると思えか。おそらく最も生命力の旺盛な生き物ではないかと言われるのが、あなたの大嫌いなゴキブリである。台所にあるゴミなら何でも食べるだけでなく、人の垢やフケも食べる。しかも水がありさえすれば生き延びる。その繁殖力は一匹のオスとメスがいれば1年後には2万匹に増える。タフでどんどん増えるから、あなたのそばにもうようよいるのだ。風味にうるさい食通はヒレ肉を好まない。なぜか。肉屋ではヒレ肉は上等で高い値段がつけられている。買う人は脂が少なく赤身でしかも柔らかいという理由で選ぶようだが、赤身で柔らかいとはヒレ肉が筋肉ではないことを意味している。ではどこの肉か。背骨の内側、つまり内臓のすぐ近くの柔らかい部分である。それを知って匂いを嗅ぐと少し臭い。内臓の匂いが移っているのだ。だから風味にうるさい食通たちはヒレ肉をあまり好まないのである。電子レンジでさつまいもをふかすと甘くない。なぜか。さつまいもはもともとは甘くはない。焼き芋やふかし芋が甘くなるのはゆっくり高温の状態を保った結果である。電子レンジは短時間で温度を上げてしまうので、さつまいもが甘くなるのには時間が足りない。石焼き芋のように周りから高温で長時間かけて温め続けると、さつまいものでんぷんが分解し糖分になる反応が進むのである。さつまいもはビタミン C が多く含まれ、美容にいい。なぜ夜爪を切ってはいけないか。今は夜も明るいので、風呂上がりに爪を切ってもちゃんとまとめてくずかごに捨てることができるが、昔は暗いので深爪になったり、切った爪がどこかに飛んでも探し出せなかったりした。切った爪を踏みつけると刺さることもある。
また親からもらった体は大切にしなければいけないという教えからも、切った爪が行方不明になることを戒めて夜には切らないようしつけたのである。